はいどうも、ストックロックです。今日はですね、バングッドさんの第2弾提供商品ということで、ちょっと面白い商品があったので、こちらをお願いしてみました。早速、中を開けてみたいと思います。ベコベコですね。ガシャガシャ言ってるし。まあ気にせず、開けていきましょう。よいしょ。ドン、ドン。はい。ということで、マキタのバッテリーが取り付けられる、トリマーですね。こちらを今回お願いしてみました。で、何が面白いのかっていうとですね、マキタで発売されている RT50DZ っていう機種ともう全くと言っていいほど見た目がすごい似てましたので、ちょっと面白そうだなと思って今回こちらをお願いしてみました。それで今回もね、ドリルプロさんのものをお願いしてみましたが、実は他のメーカーさんも全く同じようなものを出しているので、多分物は一緒なんでしょうね。ですけど前にもお伝えした通りドリルプロさんを紹介していきたいということで、今回もドリルプロのものをお願いしてみました。バングッドではね、ドリルプロのものしか多分置いてないんじゃないかなと思います。で、ちょっと値段はね高めなんですけれども面白そうだなと思いまして、今回はこれをお願いしてみました。で、入ってるものは本体と、あとなんか飛び出した説明書。もちろんこれは日本語ではないですね。こんな感じですね。ほとんど中国語で書かれてます。あとビットを交換するためのこのレンチですね。本当に至って普通のレンチが2本。あとボックスレンチ。これ何に使うんだろうな。なるほど。このベースの締め込み具合を調整するボックスレンチですね。入ってるものはこれで終わりです。マキタ純正の RT50DZ に非常によく似てるんですが、パッと見で違う部分がね、このベースの部分です。純正 RT50DZ は四角いタイプのベースがついているんですけれども、これが丸ですね。なのでどちらかというと、アメリカで販売されている XTR01Z っていうモデルに寄せて作ったのではないかなと思います。そちらはベースも丸型なので、おそらくマキタ USA の方に合わせて作ったのではないかなと思います。でね、非常にね、今実物、初めて見たんですけど、似てると思いますよ。ものとしてもそんなに重いですしね、それなりに悪くなさそうな感じはあるんですけど、どうなんでしょうね。ちょっと外してみましょうか。はい。でね、ベースはね、アルミですね。僕はプラスチックより全然いいと思います。アルミ製のベース、しっかりしたものがついてます。ところどころ正直粗は、よく見ると粗はありますけど、普通に使う分には問題ないのかなっていった感じですね。なんか、この辺の作りも意外と悪くないような気がしますね。と、本体。本体もちゃんと LED がついてますね、ここに。これ純正のものもここに LED がランプがついてるので、本当にかなり寄せてきたなっていう印象なんですけれども、あまりこれね、この辺なんか綺麗ではないけど、この辺は使ってたらどうせボロボロになってくるので、あまり気にしないでもいいんですけど、見た目気にする人はちょっと気になるかなっていう感じですね。プラスチック部分も特にバリとかはないので、どうなんだろう。ちょっとバッテリーはめてみましょう。はい、ドリルプロなんで、ドリルプロのバッテリーを装着してみます。なんかちょっと硬えな。なんか硬え気がする。よっ。ちょっと硬めですね。なんか最初だからかな。なんか当たってんのかな。ちょっと、これ取ればいいんじゃね。これでどうだろう。こっちの方がいいっすね。はまるはまる。本体の方に滑り止めみたいなゴムが両サイドにね、ちっちゃいゴムがついてるんですけど、これ外した方が綺麗にはまりますね。パチンと。ちょっと最初だからっていうのもあるんだと思うけど、外した状態でがっちりくっつくので特にいらねえような気がする。なんでこれでいきましょう。はい、それではちょっと重さを測ってみたいと思います。バッテリー1回外しましょうか。よっ。ベースだけを取り付けて、ゆるいな。締めなきゃダメか。ゆるいっすね。閉まった閉まった。がっちり OK。はい、では重さを測ってみたいと思います。
よいしょ。1358g。本家本元は何グラムなんだろう。ちょっとベースを外した状態も測ってみます。よいしょ。1028g ということで、まあまあ重さはありますね。で、本体はもうまあ至って普通といえば普通なんですけれども、ここに溝がありまして、まあ深さの調整ですね。ベースをつけた時にこのベースのこの歯車とダイヤル部分が合わさると、このレバーでがっちり固定して、でこれを緩めて、これでこの調節微調整で、動かせるといった本当に基本的な、マキタのものと同じかなと思います。動きも、カクついた感じもないですし、悪くないっすね。自分は困らないかなっていう感じだな。悪くはないなと思います。ではちょっとバッテリーをつけた状態でオンにしてみましょうか。で、使い方はですね、これも同じだと思います。こっちの鍵解除ボタンを押して、でオンボタンを押すという形になります。で、鍵解除ボタンを押すとですね、ここ LED が点灯します。2個ですね。なんかちょっと暗いのか明るいのかようわからんけど、一応2個点灯します。見えんのかなこれ。なんかちょっと微妙な感じはするけど、一応点灯しますね。で、あとこのサイドの方に1から5までのダイヤル、これは速度の調整ができます。でね、回転数は1万から3万 RPM っていうことで、これもマキタのものと、全く同じ仕様になっております。アメリカで販売されているもの、直接実物見たことないですけど、かなりこれ完コピに近いんじゃないかなっていう製品ですね。ただこの横がドリルプロって書いてるだけで、実際だけどプロの人が違うと違いが分かるんだろうな。僕にはあまり多分分かんないけど、値段はコピー品のくせに少し高めなんですよ。バングッドさんにお願いした時は1万3400円ぐらいだったと思うんですけれども、今値段を見てみると1万4358円ということで、1000円ぐらい値段がさらに上がっております。で、純正のマキタの RT50DZ はだいたい2万円ぐらいで売ってるので、約6000円の差なんですよね。正直6000円の差だったら純正買った方がいいような気もしないでもないけど、これが使えれば選択肢の一つにはなるんじゃないかなと思いまして、今回はこれをお願いしてみたわけなんですけど、で、本当はね、もう一個ね、確かめたいことがあったんですが、マキタの、このプランジェベースで売ってますよね。この両サイドでこう持てるやつ。それもね、1万円ぐらいするんですが、それもつけれるんじゃねと思っていて、要はこの径がね、合えばはまると思うんですけど、若干ね、違っても調節できるんじゃないかと思って、それはね、申し訳ないですけど、今回用意してはおりませんが、それを使いたいっていう人であれば、この6000円の差っていうのは結構大きいんじゃないかなって。ベースだけで1万円するので、他のね、普通の四角いベースも日本のものを売ってますんで、それを買ってもらってもいいかなと思うんですけど、でもダメか。それ買ったら6000円の差がさらになくなってしまう。意味ねえ、全く。それなら完全にマキタ買えますよね。あとね、これの他に、このベースが傾斜するものも売ってましたが、今回は選択しませんでした。ちょっと傾斜するっていう動きのあるものになるといまいち信用できなかったんで、垂直90度出ないんじゃないかっていう不安があったので、今回はこう固定タイプのものを選びましたが、そこの部分もね、傾斜のベースってマキタで単品で売ってますんで、いくらぐらいしたっけな、うん千円で売ってますので、そこの部分だけ買っても面白いのかなと思います。一応バングッドさんのその傾斜ベースのものは確かね、これよりちょこっと安いはずです。何百円か。この普通のタイプよりなぜか傾斜の方が何百円安いっていう感じなので、多分ね、このベースの作りが良くないんじゃないかなって正直思いますね。多分薄い鉄板できそうな気もしないでもないっていう。では実際にちょっとね、回転させてみましょうか。じゃあ1から5までちょっと徐々にスピードを上げていくような感じで、刃はつけませんけどね、実際に電源オンにしてみたいと思います。よいしょ。今1ですね。では徐々に上げてきます。で2です。これが2ですね。
回転はすごいスムーズで、音も割と静かですごくいいなって思ったんですけど、今パッと動かした感想だと4と5のスピードの差がわからん全く音が変わんない。変わってんのかなこれ。ちょっと次4と5だけやってみますね。4からいきます。じゃあ5にします。ようわからんな。ようわからんすね。4と5の差が。音が変わってないから個人的には何も変わってない気がするんだけど、この辺はちょっと純正と違いがあるんだろうなっていう気はしますね。それではね、こちらの、パイン修正剤を、面取りしてみたいと思います。速度は3ぐらいにしましょうか。はい、いきます。もう一回いきます。次はちょっと長い面いってみましょうか。全然使えますね。ただね、ちょっとこれなんで US のやつは丸いんでしょうね。この丸いの実はあまり使ったことないんですけど、四角いのしか使ったことないんですけど、ちょっと安定しないね。倒れるというか、なんて言うんだろう。これ四角い方がいいんじゃないかな。ヘッドの部分にバッテリー乗っかってるんで、ちょっと重さは感じるんですよね。これはマキタのものも一緒かもしれないんですけど、だからちょっと安定しないんですよ。丸だとこっちに倒れちゃうというか、どうなんでしょうね。これベース取り替えたいなっていう気はしますけど、でもその注意点をね、自分で分かってれば全然使えるものだとは思います。で、物はね、全然しっかりしてる。ちょっとびっくりしましたね。もう一回だけやってみます。慣れたな慣れですね。最後にやったところがこんな感じですね。いや、全然普通に使えるね。もうちょっと完コピ狙ってるんだけど全然コピーできてないよっていう感じを想像してたんだけど、思ってたより10倍いいですね。はい、ということで、実際に使ってみたんですけれども、使用感はね、正直良かったです。純正、RT50DZ ですとか、あと海外のマキタのね XTR01Z っていうものは私使ったことがないので純粋な比較はできないんですけれども、個人的に今これだけを使用してみた感想としての使用感は良かったです。はい、全然使えますね。問題ない。ただこのベースがちょっと丸いので、これ四角い方が、日本人だからなのかな、四角い方が私は正直使いやすいなって感じました。ただ今3箇所3面ですね、面取りしましたけど、3面目の時にはもう慣れてたので、力のかけ具合というか感覚が分かったので外に倒れるようなことはなかったですけど、でも一番最初やったらあれっていつも通りにかけるとちょっと外側に倒れ込んでしまうみたいな力のかけ方を私はしてたみたいで、正直あんまりって思ったんですけど、はい、問題ないかなと思います。で、一番期待している、期待してるというか、
そのフランジベースですね。ちょっと一応念のためバッテリー抜きますが、フランジベースが入るかっていう問題あると思うんで、ここのね、K だけ最後測っておきます。はい、64.5 こんな感じですね。なのでフランジベースを買いたいとか使ってみたいって思ってる人は今の数値を参考にね、ハマるのかどうか、多分ねハマると思います。いけるんじゃないかなって。まあ何の根拠もないですけど、物がないんでね。マキタのプランジベース他のメーカーのものにつけてる方もいらっしゃるぐらいなんで、まあ、全然こっちの方がつけやすいというか、多分ねそのままハマるんじゃないかなっていうふうに思います。であとね、もし傾斜したいってことであれば、おそらくねバングッドさんのやつよりちゃんとマキタのやつを買った方が、そういう精度を出したい、傾斜を出したいっていうことであれば、そっちを買うことを僕はおすすめをします。これより安いなんてこと僕ありえないと思うんだよな。傾斜させることができてどうなんでしょうね。機能を追加して安くなるっていうのはちょっと不思議な感じがするので、まあ、買うならこの普通のベースの方を買った方がいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はねネタ枠でこの商品を選んでみたんですけれども、意外と全く問題なく使える商品でした。まあ、強いて言うならスピード4と5の差が自分にはよく分かんなかったっていうことぐらいかな。音が同じような気がしたので、スピード変わってんのかなっていう感じはしましたね。で私回転数測るものとか持ってないんで、3万回転出てるのかとかその辺りもちょっとわからないんですけれども、まあ普通の木をね削るぐらいの回転数は、まあ、当然ですけど出てますんで、まあ、問題ないんじゃないかなとは思います。最大の難点としてはちょっと高いってことですね、値段が。まあこれがね1万円切ってくれればいいなって正直思いますんで、今後値段が下がることを期待しましょう。まあそれまで待てないって方はですね、多分クーポンいただけると思うんで、そちらのクーポンを概要欄の方に貼っておきます。もし気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。ちょっとでも参考になった、面白かったっていう方はですね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。